どうもクピオです。今日なんですけど、この新型 N 版キャンピングカー仕様で車中泊行きます。これすごいですよ。ここにクーラーがあります。このレイアウト珍しいですよね。しかも2駆じゃなくて4駆でクーラーついてるんですよね。この薄型のビルトインクーラーのおかげでスペースもそんなに損なっていませんし、結構プライベート空間な感じしますよね。ここでご飯食べて眠くなったらもうすぐ横になって、で直接クーラーを当たる。最高ですよね。昼間はかなり暑くなります。クーラー冷えるか確かめてみますね。床下収納はたくさんあるので、車中泊アイテムもたくさん持っていきます。回転シートを前向きにして運転できるようにします。この N 版はいろんなレイアウトが楽しめるので、実際にいろいろ試していきます。それでは安全運転で行ってきます。やっぱり N 版は走りがいいですね。低重心に作られてますんで、止まる曲がるがすごく安定しています。この車は4駆のターボエンジンです。キャンピングカー登録ではなくて軽貨物車登録です。後ろ仮装されてるんですけど、ターボなんでもうスイスイ走ってくれます。快適です。今愛知県豊橋市を出発しました。このキャンピングカーを作っているエムズアートさんを出ました。ここから同じ愛知県の渥美半島先端まで行きます。少し前に行った道の駅があるんですけど、その日すごい強風で撤退したんですよね。今日はリベンジしたいと思います。まずは地元のローカルスーパー寄って食材買います。車内後方へ運転席から移動できますので、雨の日は重宝しそうです。荷物は散乱していません。よかったです。冷蔵庫の電源をつけて庫内を冷やしておきます。現在車内の温度は28度。買い物行ってる間に灼熱の暑さになると思います。お試しでビルトインクーラーつけて車内冷やしておきます。はい、今結構ね中音していて、外も室外機がこの下についてるんで、やっぱある程度音はしますね。今は日中で結構騒がしいので全然気になりませんが、静かな車中泊スポットだったら、この一番強いモードだったら結構音響いちゃうかもしれません。エコモードなどありますんで、風量を下げれば問題ないかもしれません。この辺も今日夜車中泊スポットで試してみます。なんかすごいいい雰囲気のスーパーに来ました。口コミ見てると地元の伊良湖の漁港のお魚売ってるそうです。楽しみです。設定温度になったからか、クーラーの音は静かになっています。クーラーの前の温度計は 19.8 度、運転席横に置いていた温度計は 22.7 度、フロントウィンドウ外側に置いていた温度計は 29.3 度、外気温約30度。日中クーラーよく効くことが分かりました。
小腹が空いたのでご当地の和菓子いただきます。ここの位置もなかなかいいですね。眺めがいいです。甘い粒あんと苦みのあるブラックコーヒー、体がしびれるぐらい美味しいです。ごちそうさまでした。さあ行くルートも決まったんで出発します。こうやっていつでもちょっとだけ休憩っていうのもできるんで、クーラーのあるキャンピングカーは本当に重宝します。でここクーラーの真横なんでよく冷えて涼しいです。この位置なんかすごい広く見えるんでいいですね。でしかも常設ベッドもすぐ使えます。こっち側からも座れます。でこの運転席反転すればこっち側も座れるんで、合計3パターンの座り方ありますね。あ、ここめちゃくちゃいいですね。もうクーラー直で当たるんですごい涼しいです。もうなんかこのまま寝たくなるような雰囲気です。そんなん言ってる場合じゃないですね。クーラー消して出発します。日が暮れる前に着いてよかったです。すごい綺麗です。向こうが三重県なんですけど、ちょうど太陽が沈んでいきます。先ほど船が着いたみたいで、三重県側からの車がたくさん降りていっていました。ここが渥美半島の先端の岬になります。でちょっと丘みたいな感じになっていて、草木が茂っています。でその周りをずっと歩いて行けるようになっています。なんか半島の先っぽってすごいワクワクしますよね。最果て感が冒険心をくすぐります。ここはさすがに熊いてないですよね。今日はね、風穏やかです。もう前と全然違います。道の駅がもう閉まっちゃうので、先お土産買っておきます。海のすぐ横にある道の駅イラゴクリスタルポルトです。道の駅間もなく閉まるんですけど、トイレは24時間使えます。残念なことにちょうど道の駅閉まっちゃいました。とても残念です。もうちょっと早く来ればよかった。しばらくこの絶景の海と船眺めておきます。車に戻ってきて車中泊のセッティングしようと思いましたが、まだ時間は早いです。すぐ横のオーシャンビューホテルが日帰り入浴やってるようなので、お風呂入ってきます。夕日を見ながら入る温泉は気持ちよさそうです。想像の5倍大きなホテルでした。助手席の足元大きな収納スペースあったので、ここに着替え入れています。それでは入ってきます。いや気持ちよかったです。大きい宇宙が一つ、サウナが一つありました。全面ガラス張りで目の前見渡す限り海でした。ちょうど夕日が落ちるぐらいですごい綺麗でした。料金は1200円でタオル付きでした。まずはシェードして車中泊のセッティングしていきます。
前側のシェードは装着完了です。後ろはオプションのエクステンションウィンドウが装着されています。せっかくなんで運転席回転させておきます。ちょっと手間はかかるんですけど、完成したらこっちのもんです。軽自動車とは思えないレベル違いの快適性です。さあ、それでは椅子に座ってみます。これはすごい高さもあるし、想像以上の広さです。ビルダーさんのアイデアが詰まった究極の軽という感じがします。さあ、この最高の空間でキンキンに冷えたノンアルコールビールいただきます。地元のスーパーで売っていた新鮮なお刺身もいただきます。意外と収納は多く、この木の箱4つ分がソファー下に入っています。醤油皿がなかったのでコップをカットして作りました。カーキャンパイ。サウナでカラッカラに乾いて体が喜んでいます。イラゴさんのヒラメ美味しそうです。いただきます。身がプリプリで締まっていてすごい弾力あります。やっぱり地元の新鮮なお魚は別格ですね。うますぎてテンション上がって、せっかくコップ出したのにそのまま飲んじゃってます。なんかすごい楽しいです。今日は夜遅くまでとことん楽しみます。いや、この椅子座ってみないと分かんないこと多いですね。想像より快適でした。本当だったらここまでが後ろとして扱えるんですけど、もうここまでいけるんで全体この車内使えるんですよね。本来の軽自動車はもうこの後ろここまでなんですけど、全体使えるんで本当に広く感じます。で、こういったベッドキットのマットよりこの N 版のソファーすごい分厚いんですよね。なので車中泊というよりか本当高級ソファー、ファーストクラスに座っているような気分です。この回転椅子はオプションらしいんですけど、ホワイトハウスさんというビルダーさんの商品だそうです。こちらをオプションで付けれるそうです。回転させるときにここまで出るんで、一旦この辺片さないといけないんでちょっと手間なんですけど、長時間泊まるとき車中泊などはもうセッティングしちゃえば快適度はぐっと上がるんでありかなと思いました。実際に使うまではあまり実用的じゃないかなと思ったんですが、使ってみると価値観が変わりました。この後ろのここなんですけど、これ何だと思いますか？なんと電子レンジの台だそうです。ここのベルトを外してで展開するとしっかりとした台になります。これ電子レンジを置いても大丈夫な強度あるそうです。この小さい空間 N 版に電子レンジはなかなかないですよね。電子レンジがあれば簡単にご飯温められるんで、車内でご飯食べるのもはかどりますね。ただ電子レンジを使うにはこのオプションのインバーター 1500W が必要になってきます。このインバーターは AC 電源が使えます。家庭用コンセントですね。1500W まで使用可能です。なんかここ電子レンジもいいんですけど、テレビとかでもいいですよね。この辺に大型モニターを置いてこっち側に向ければかなり快適な空間になりそうです。もともと L 版にあるこのボルトの穴利用してますんで強度はあると思います。今回こちらの車はオプションが結構ついてます。で、標準装備をお伝えしておきます。まずはこちらのビルトインクーラーです。
そしてそれを動かす 300Ah のリチウムバッテリーです。そして走行充電器の容量は 30A です。で、天井の断熱も標準でされています。横や床は断熱されていません。あとはこの家具ですね。ベッドとかも標準です。で、このベッドのサイズなんですけど、横幅、ここですね。ここからここまでが 630mm。で、このクーラーから一番端までですね。あそこまでで 1900mm。で、ここまでが 1900mm なんですけど、ここの端ですね。ここまでもし計測するんであれば 2050mm あるそうです。なので、長身の方でも問題なく就寝できます。横幅が63センチなんで、この辺が窮屈じゃないか。今回自分寝てみて確かめてみます。で、この天井断熱もですね、明日晴れで結構暑くなりますんで、どのぐらい効果あるか体感してみます。で、この N 版はできたばっかしで、まだ値段がはっきり決まってないそうです。だから明日材料費とか全部わかるそうなんで、はっきりと販売価格決めるそうです。なので、この動画が終わる頃にはお伝えできそうです。標準装備でクーラーとリチウムバッテリー 300A ありますんで、もう一晩余裕で使えます。標準装備だけで夏の車中泊も可能ですね。すごい時代になりました。で、オプションなんですけど、ちょっと金額は今わからないんですけど、オプション装備パッて言ってきます。まずはこの先ほどお伝えした回転シートですね。で、このエクステンションウィンドウ、こちらかなり便利です。シェードと網戸、そして開けることができます。で、先ほどお伝えしたインバーター 1500W です。外部充電器やソーラーパネル 200W もオプションで設置できるそうです。で、もう一つオプション装備としてツインベッド仕様がオプションになっています。もう今回自分は荷物減らしたかったんで、このツインベッドのマットは全部下ろしてきましたが、ここにマット延長追加して2人寝られるようです。ここのマットもツインベッドのオプションだそうです。こんな感じで骨組みがあります。これ骨組みは収納できます。ちょっとやってみますね。これよく考えられてます。上に上げるだけでこう収納されます。これすごいですよね。で、また戻すときはこれを下げるだけです。で、ツインベッド仕様にすると、ここの横幅が 550mm で、長さですね。この後ろからこの回転椅子の座席のところまでが 1800mm なんで、170センチぐらいの男性でも寝られそうです。ただ横幅が 550mm、55センチなんで結構狭そうです。で、この回転せずに通常のものを使うと 1670mm です。なので、ちょっと男性は厳しいかなという感じですね。こちら大人一人でお子さん一人だったら問題なく眠れると思います。もしくは夫婦とかですね、体格が合えばいけると思います。男性2人は厳しそうですね。どうですかね。オプションが結構多いんでつけていくと高額になってしまうんですが、標準装備だけでも十分車中泊できますんで、一番安い標準装備のままでもいいかもしれません。もし自分が買うならこのインバーターはつけますね。やっぱり家庭用コンセント使いたいんで。で、この窓も1個はこっち側にしたいですよね。2個になっちゃうと結構高くなっちゃうんで、どっちか1個だけするかなと思います。このスペースだったら調理も十分できますね。ただちょっとこっち側の椅子とこのテーブルの差があるんで、こっちが座った方がやりやすいかもしれませんね。そうですね。やっぱり調理するならこのテーブルの高さ的にこっちの方がやりやすそうです。で、このクーラーのところですね。ここも台になってますんで、なんか物を置けるんで、こっちの方が調理しやすそうです。今日スーパーでね、このイラゴさんのタイ、すごい安かったんで買ってきました。結構大きいんですよね。美味しそうです。今日フライパンと IH 調理器持ってきました。で、ここで料理できるか一回やってみます。で、このタイをですね、焼いて、できるだけ匂いが出ない方法で焼いて、で、そばも焼いて、タイ焼きそば作ってみます。窓を2つ開けることにより風が通り抜けていきます。そば以外にしめじや大好きなニンニクの芽もキッチンバサミでカットして入れていきます。油をひいて味付けはめんつゆのみでいきます。IH 調理器と照明を使って現在全体で
700ワットぐらい消費されています。めんつゆで味付けしておきます。そばもめんつゆで軽く味付けして焼いていきます。完成しました。イラゴタイの焼きそば、いただきます。イラゴの鯛は肉厚ですごい美味しいです。めんつゆで味付けしたので甘みもあって、まるで鯛を煮たような美味しさがあります。愛媛県の郷土料理で鯛そうめんというのがあるんですけど、自分それ大好きなんですよね。でも車内でそうめん茹でられないんで、茹でそばを焼いて鯛そうめんに雰囲気をしてみました。でもこれはこれであれですね、美味しいです。ごちそうさまでした。刻み海苔入れたら絶対美味しいなと思って買ってたんですけど、見事に忘れちゃいました。おっさんあるあるですね。すぐ忘れちゃいます。この車はシンクがないので洗い物出ないようにラップとクッキングシートを敷いて調理しました。お皿はラップの上になぜクッキングシートを敷いて二重にしているかと言いますと、ラップだけだと破けてお皿汚れることあるので、クッキングシートも使用しています。お腹いっぱいになって眠くなってきたので、先に歯磨きとベッド展開済ましておきます。シンクのない車用にポーチには使い捨て歯ブラシ、凝固剤、防臭袋のセットをストックしています。季節的にシラフなくても眠れそうですが、背中痛くなりそうなんで下に敷いておきます。頭この助手席の方をしたんですけど、窮屈じゃないですね。本来ここ運転席なんですけど、こう手がねここいけるんで、あんま狭さ感じません。これ回転しなかったらこの辺の出っ張りがこの辺に来るんですよね。なので結構狭く感じます。自分の家も N バーンありますんで、車中泊仕様に DIY して車中泊していました。なのでよりこの空間の使い方のうまさがわかるし、感心させられます。この回転エース、そしてこの対座モードっていうんですかね、このレイアウトが自分の中ではあまりなかったんですが、今日体験してみてすごいいいなと思いました。N 版は高さもあるし、もう全然ストレスないですね。自分もこちら側のベッド DIY したんですけど、ここの下のね支えがすごい DIY 難しいんですよね。でも専用の金具作って簡単に綺麗にスペース取らずに支えることができています。この辺やっぱりプロは違いますね。自分で DIY できる方は N 版を買ってこうやってベッドキットを作ってもいいんですけど、結構時間かかるんで、もうお金で解決しちゃってすぐに車中泊で楽しむのもいいと思います。もしくはここからスタートしてさらに DIY してより自分に合った高次元のキャンピングカーに改装するのも面白いと思います。明日は日中暑くなるんで、このクーラーですね、どんな激効か何時間使えるか楽しみです。おやすみなさい。
はようございます。少し暑くなって起きました。外気温は約30度、車内は27度。窓を開けていたのと天井断熱のおかげで車内の温度上昇は抑えられています。バッテリー 99% とかなりあるのでクーラーつけていきます。着替えて朝の準備していきます。常設ベッドに座る場所も別にあるので準備や片付けが楽ちんです。目覚めのブラックコーヒーに尿路結石予防のため牛乳も飲みます。渥美半島の名物浅いせんべいも一緒にいただきます。気になっていたクーラーの騒音ですが、設定温度になって風量弱になるとそんなに気になりません。コーヒー飲んだら散歩がてらに渥美半島の先端伊良湖岬行ってきます。いや、気持ちのいい朝です。でエアコンの静か駅なんですけど、なんか弱だったらそんなに音しないですね。やっぱり風量マックスにすると結構音がする感じでした。わ、すごい。横にめちゃくちゃかっこいい戦車っていうんですかね、自衛隊の車があります。ちょうど動き出しましたね。動くとこ見れます。いや、すごいいいもん見れました。頑張ってください。外気温も30度超えてきましたね。でも外気温ね、これフロントビンの置いてるんで陰に置いた方がいいですね。じゃあこのタイヤハウスのここに温度計設置しておきます。これで正確な外気温を測れると思います。はい、すぐ横の海のここまっすぐ行ったら岬があります。今日は天気がいいので向こう側の風景がはっきり見えています。いい運動になりました。道の駅でお土産買ってから車内で朝食いただきます。車内はひんやりとしています。外気温は 24.8 度、車内は 21.4 度。車の前の方に置いた温度計は 23.4 度です。さらにクーラーの設定温度を下げてみます。現在5月後半なのでそこまで気温は上がらなかったんですが、夏場もしっかり効いてくれそうな気がします。ちょっと車内がね暗く感じるんで後ろのシェード外しておきます。ちょっとスモークみたいな感じになっています。はい、かなり明るくなっていい感じになりました。やっぱクーラーこの位置すごいいいですね。自分の軽バンも同じような12ボルトクーラーついてるんですけど、この横向きでこっちなんですよね。なんでサーキュレーターとか用意してます。もうこれだったらサーキュレーターなしで車内全体が冷えます。でここ座ってるとすごい気持ちいいです。なんか効率よく車内や体を冷やしてくれます。で今日は外気温そこまで上がってないんですけど、現在 24.8 度で25度ですね。これ多分日陰なんで日の方を当てると30度いってるかなと思います。で車内は 22.9 度なんでしっかり冷えてます。これクーラーなかったら多分35度近く上がってるんじゃないでしょうか。あとはどのぐらいバッテリー消費するかですね。朝 99% だったんで1時間2時間3時間とずっとつけっぱなしにしてどのぐらい減るか計測してみます。朝ごはんなんですけど試したい調理方法があります。自分炊き込みご飯がすごい好きで食べたいんですけど、やっぱり車内だったらお米炊いたりとかフライパンで作りにくかったりとか制限があるんですけど、このレトルトのご飯はですね、もうこのアルミホイルの中で包んで、具材とかも包んでお水入れてフライパンで調理すれば湯気も出ないし煙も出ないし、だからできるんじゃないかなと思います。炊き込みご飯風にはなっちゃうんですけど、味はそんなに変わらないと思いますんで一回試してみますね。昨日の
タイの切り身が余ってますので、タイの炊き込みご飯作っていきます。タイを一番下にして、しめじ、たけのこ、ご飯をのせていきます。味付けは顆粒だし少々、醤油小さじ1、みりん小さじ1、お水も少々入れて蒸し焼きにしていきます。果たしてうまくいくでしょうか。中火で10分ぐらい温めてみます。この炊き込みご飯が成功すれば、いろんなアレンジがこれからできそうです。10分経ったのでひっくり返して残り5分温めていきます。さあ、うまくできているでしょうか。緊張の一瞬です。うまくできています。ほぐしていきます。最後にネギと海苔をかけて完成です。イラゴタイとタケノコの炊き込みご飯、座り心地のいい運転席でゆっくりいただきます。いただきます。ご飯にタイの旨味が広まって香りがすごいです。具材の水分が結構あったようで、ご飯ふっくらと炊けています。またこのタケノコ美味しいんですよね。シャキシャキして食感も楽しめます。しっかりアルミホイルで包めば調理中匂いも湯気も出なかったんで、お肉もいけそうですね。車中飯にはぴったりの料理方法だと思います。ごちそうさまでした。クーラーは約3時間使用してバッテリー 81% まで減りました。いや、この空間好きですね。なんかご飯も快適に食べられることができるし、寝ることも気軽にできます。すぐ寝れますしね。なんかまるで飛行機のファーストクラスに乗ってるような、そんな気分です。ファーストクラスがそのまま移動できる、そんな楽しさがありました。自分飛行機のファーストクラス乗ったことないんですけどね。それでは回転椅子戻してもう少しドライブします。今度はこっちからテーブル外して、こっちから回転椅子戻してみます。そしてこの車に走行充電器 30A ついてますんで、現在のバッテリーから走行してどのぐらい回復するか一回検証してみます。最後に今回この車で車中泊してみて良かったところ、いまいちだったところ、まとめてお伝えしますね。まずはテーブルを折りたたんで撤収します。一旦すべてのシェードを外していきます。
はい、走行できる状態になりました。でここのソファーの下結構スペース空いてますんで、ゴミを置いたりゴミ箱を置いたりしています。結構ここはね使えました。でテーブルは一旦降りてたんで、ここの一番後ろに置いています。現在バッテリーの残量 80% です。ここから走行してどのぐらい増えるか確かめます。はい、豊橋市にある公園までやってきました。だいたい1時間50分走行しました。でバッテリーが 94% まで増えましたね。最初 80% だったんで、約2時間で 14% 増えたことになります。でこちらは屋根に 200W のソーラーパネルついてますんで、その充電も込みです。そして今回気になっていた薄型ビルトインクーラー、こちらの検証結果なんですけど、外気温25度で車内は21度まで冷えていました。で本当なら車内は多分30度超えてたと思いますが、天井断熱とクーラーのおかげでしっかり冷えていました。もっと暑い日ですね、30度、最近ではもう40度ぐらいになりますんで、そのぐらいで効くか再度検証が必要ですね。でバッテリーは3時間使用して 20% 減っていました。単純計算して5分の1減ったことになりますんで、5倍となると3×5=15で15時間使えます。ただこちらはソーラーですね。この充電も常にされてますんで、それ込みでの使用時間になります。なので夏場30度超えて暑い日とかは、一晩は全然持つかなと思います。気になっていた検証系はそんな感じになりました。で他ですね、実際に使ってみて良かったところ、良くなかったところお伝えします。まずデメリットからです。1つ目、この回転椅子ですね。結構便利だったんですけど、やっぱり惜しいなと思う部分が多々ありました。こう回るんでやっぱりここ1回外さないとダメなんですよね。でそうなるとここの椅子も1回下にフラットにしないといけません。ってなると本当に結構手間がかかるなと思います。でここの収納ですね、結構容量あるんですけど、これも使えなくなってしまいます。使えるんですけど毎回出さないといけません。それは手間なんで、実際の車中旅では使わないかなと思います。荷物をあまり載せない旅で、でも車の中入ってからしばらくずっと車中するっていう場合はこれ回してもいいかなと思います。次はこのテーブルですね。結構大きくて便利だったんですけど、やっぱりあそこにブラケットドアにありますんで、これつけたままだったらもうこっちのドア使えません。なので乗り降りはこっちからになるんですけど、結構高さあるんで、できればこちら側から乗り降りしたいですよね。なのでこのテーブルをこう横がですね、ここにつけてくれたらこのスペースで乗り降りできるんで、もうちょっとこうですかね、このぐらいがいいかなと思います。自分の L1 も車中泊仕様にした時はここにテーブルつけました。するとこのままでも全然乗り降りできますんで、使い勝手が向上すると思います。そうなるとこの回転椅子は別に使わなくていいんで、一人車中泊ではすぐに休憩できてすぐに移動もできると思います。でこのソファーマットなんですけど、今回ちょっと何点か気になる点がありました。でまずですね、これ寝てたらちょっとこうなんですか、落ちるんですよね。寝てる間に寝返りとかちょっと動いたりしてるみたいで、朝起きたら待った顔してました。で前に行かないようにこういった段差の細工とかしてもらってて、ここに当たるんですけど、もうちょっとキツキツで作ってくれた方がいいんかなとか思いました。あとはここなんかマジックテープとかですね、なんか弱めのタイプがあれば一番いいですよね。あんまり硬かったらこれまたこの下アクセスするときに取り出しにくくなったりしますんで、弱めの固定がいいかなと思いました。でこのソファーなんですけど、やっぱり薄いんで起きた時に背中が少し痛かったです。なのでもうちょっと分厚い方からいいかなと思いました。でこちらはもうちょっと分厚いプラス2センチバージョンも作ってるらしいんで、そっち側にすれば問題ないかなと思います。この L 版の場合は高さがあるんで、ソファーの厚み分厚くしても天井のクリアランス余裕あるんですよね。これは本当 L 版の最大のメリットだと思います。一方使ってみてすごい良かったのがこの照明ですよね。ここにシーリングライトとでスポットライトあるんですけど、このシーリングライトが6つあって全体が明るいです。だいたいキャンピングカーって暗いことが多いんですけど、これは明るくて本当にいいなと思いました。あとはここのスポットライトですね。こんな感じで取ってつけて好きなとこ向けられます。これ料理するときすごい便利でした。先ほどデメリットでお伝えしたこのソファーなんですけど、結構細かく分割されてます。これがねすごい良かったです。これ普通一体型とかが多いと思うんですけど、この分割することによってこんな感じで冷蔵庫取ったり、こっち側のゴミを取ったりできます。これは本当やりやすかったですね。次良かったのはこのオプションの回転椅子ですね。デメリットでもちょっと上げさせてもらったんですけど、やっぱりこれ使ってみるとすごい快適でした。
なんか本当に軽自動車とは思えないぐらい広く使えて、自分だけの空間が出来上がりました。ここのマットを外さなくてもなんか半分だけとかですね、それだけで回転できるようにとか何か工夫してくれたら、かなり使いやすい軽キャンピングカーになると思います。もう車中泊スポットについてこれから移動しない、長時間そこにおるっていう時は、この回転椅子かなり重宝すると思います。もしベッドを外さなくてそのまま回転できるような仕様ができれば、軽自動車のキャンピングカーはもうこの N 版が一強になると思います。で、回転椅子がなくてもここにテーブルつける場合でしたら、ここがもうソファー椅子ですね、食べるとことかパソコンするとこになって、でこっちが常設ベッドなんで、この K という枠の中でこの2つが共存できるのは本当にすごいなと思いました。ビルダーさんのアイデアの賜物ですね。以上が今回自分が感じたメリットデメリットでした。今 K のキャンピングカー仕様ハイゼットカーゴ持ってるんですけど、もしこっちが先に売っていたらこっち買っていたかもしれません。そのぐらい一人使いならもう間違いない車だと思います。自分だったらここにエクステンションウィンドウ1個だけつけて、ここにですねファンですね、車高が高くならないファンありますんで、それをつけたらもう料理とかも匂い気にならなくなりますんで、かなり使い勝手良くなると思います。あと感じたのは、もうキャンピングカーとして使わなくてもワンちゃんのお留守番や普段の買い物終わりクーラー冷やしといて、車内冷やしといて快適に使うっていうのもありかなと思いました。夏熱々になった車内乗るの辛いですもんね。さあ、そして肝心の価格なんですけど、もうこの近く M ザートさんありますんで、帰って直接聞いてみます。はい、M ザートさん戻ってまいりました。価格決まったようです。肉のノンターボで税込み360万円、4駆だと15万円アップということです。ベース車が中古でも良ければ300万円で製作可能ということでした。納期は約10ヶ月。そしてなんと今 N 版お持ちの方、持ち込み仮装も可能だそうです。その場合仮装費は200万円です。はい、今なんですけど、オプションのツインベッドモードしました。こんな感じで2人眠れます。そして感じたデメリットをお伝えしたところ、もうすぐ改善されるとおっしゃってました。このマットですね、ずれるとこなんですけど、マジックテープつけるか、この隙間を埋めるそうです。そしてテーブルつけるとドアが開かない問題なんですけど、ここにですね、金具を取り付けてドアを開けるようにテーブルを設置することも可能ということです。別件なんですけど、今自分ハイエースのキャンピングカーも興味あるんですよね。で、その話したら M ザートさんのこのデモカー乗っていいよということで、しばらく貸してくれることになりました。ありがとうございます。こちらもまた動画作ってハイエースキャンピングカー買うのかどうか、また自作するのか決めたいと思います。動画でお送りしますね。